皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の安全保障、中国軍機が日本の領空を侵犯しました。これまで中国は尖閣諸島周辺での領海侵犯については何度となく行ってきました。しかし、中国空軍の方は領空侵犯までは行ってきませんでした。これまでも何度となく領空侵犯仕掛けるような近くまでは来ており、航空自衛隊による緊急発進は非常に多くなっています。しかしそれでも一線は越えてこなかったのです。今回は中国の領空侵犯についての解説をしていきましょう。中国軍機の領空侵犯、政府、中国側の狙いの分析進める。26日、中国軍機による日本の領空侵犯が初めて確認されました。政府は中国側の狙いについて分析を進めるとともに、警戒監視に万全を期すことにしています。防衛省によりますと、26日午前、中国軍の Y9 情報収集機1機が長崎県五島市の男女群島の南東沖上空でおよそ2分間日本の領空内を飛行したということです。中国の軍用機による領空侵犯が確認されたのは初めてです。外務省の事務次官は中国大使館の臨時代理大使を外務省に呼び、極めて厳重に抗議するとともに再発防止を強く求めました。今回の領空侵犯について防衛省幹部の一人は、中国の海軍や海警局が日本の領海に侵入したことが相次いで確認されている中、空と海の双方で日本の権益を侵そうとしているのではないかという見方を示しています。政府は中国側の狙いについて分析を進めるとともに、再び同様の事態が起きないよう警戒と監視に万全を期すことにしています。今回の中国軍機の動きについては情報が公開されています。報道概要として中国軍機の動きが赤い線で示されています。結構直線的に九州地方に向かってきて、その後ぐるぐると男女半島の周りを回った上で、その中で一部領空侵犯を行ったのです。なお、現代の航空機には当然のようにどこを飛んでいるか正確に測る装置が入っていますから、このように間違って領空侵犯したとはちょっと考えにくいところがあります。今回領空侵犯を行った情報収集機の資料映像がこちら。戦闘機ではないことからミサイルや爆弾等を搭載しているわけではありません。九州周辺の通信傍受などをしていた可能性が言われていますが、実際には何を目的としているかは中国内部の情報ですので伝わってくることはないでしょう。だからこそ政治的な意図をまずは疑っているわけです。こうした領空侵犯が発生したことにより、日本のネット上空間においてはこのような意見も出ています。この問題を検索した時に一番上に上がってきた話題の発言、高須氏がなぜ撃たないと疑問を呈しています。視聴数が198万、いいねが 5.1 万、拡散も8417件行われています。コメントは2123件。気持ちはわかるのですが、まず最初に自衛隊の取るべき行動といったものは事前に策定されています。例えば、領空侵犯しそうだなといった動きを見せた飛行機がある場合、まずは緊急発進が行われ、相手飛行機の近くに自衛隊機が距離を詰めます。その上で、領空侵犯しそうだな、もしくはするとなったら、その場合はまずは言葉での警告を相手方に伝えます。相手が反応しない場合といったものも当然あるわけで、その場合には一段進めて今度は警告射撃を行います。これはあくまでも警告のための射撃ですので、相手の飛行機に弾を当てるわけではありません。それでもなお従わず領空侵犯を継続しようとする場合においては着陸を強要します。もちろん相手が従うかどうかは相手次第です。そしてこの場合、次の段階へと進み、今度は何らか自衛隊機に対する戦闘行為が見られる場合においては、その場合において自衛権の発動に基づく撃墜といったものができるわけです。このような話をすると、いやいや手順動向ではなく領空侵犯したらすぐに撃ち落とせよ。他の国はしているだろうと言いたい人たちはたくさんおられるでしょう。しかし現実はそうではありません。例えばその一例としてロシア軍戦闘機の領空侵犯例について見てみましょう。ロシア戦闘機がスウェーデン領空侵犯 NATO 加盟後初。
スウェーデン軍はロシアの戦闘機スホイ24がスウェーデンの領空を侵犯したと発表した。発表によると、領空侵犯があったとされるのは、バルト海の要衝であるスウェーデン南部のゴットランド島の南東空域。ロシアの戦闘機はスウェーデン空軍から警告を受けたが無視したという。侵犯は長く続かなかったとしている。スウェーデン空軍の司令官は発表で、ロシアの行動は容認できないとした。ロシアによるスウェーデンの領空侵犯は2022年以来で、スウェーデンが NATO に加盟して以来初となる。フィンランド国境警備隊も南東部ロビーサ近郊でロシア軍機4機が領空侵犯した疑いあると発表した。領空侵犯は10日に発生し、一時フィンランド領内の 2.5 キロまで及んだ可能性があるとしている。記事の補足ですが、フィンランドに対する領空侵犯は2022年にも日本語記事がありました。領空侵犯即撃墜だといった話は実際にはなかなかできるわけではありません。他にはアメリカの領空に中国のスパイ気球だと見られるものが飛来した際に撃墜したという例はあるのですが、これはあくまでも人の乗っていないものなので、警告して出ていけと言っても話が通じる相手ではないし、かといって空に浮かんでいるこの気球が地上に落ちてきたら一般国民に被害が出るかもしれないという意味で撃墜することの正当理由があったわけです。だからこそ撃墜したわけです。そして何といってもこうした他の国と比較する場合において日本がちょっと特殊なのは、そもそも専守防衛を掲げている以上、領空侵犯だ、さあ今すぐ撃ち落とせといった話に日本の基本方針と相入れないのです。ですからそもそも領空侵犯したんだから撃墜しようとなれば、今の憲法体制そのものを切り替えて撃たれるまで待とうではなくて、もう危険なんだから撃ち落とそうといった基本方針そのものを変更すべきでしょう。今回の中国軍機の領空侵犯であれば、相手方が戦闘機ではないといったこともポイントです。もしも相手がミサイルをたっぷりと積んだ状態で領空侵犯し、自衛隊機の出ていけという命令に従わない場合においては、凄まじい緊張感に包まれることでしょう。しかし今回の場合であれば、ミサイル等を積んでいない情報収集機ですから、戦闘に及ぶといったことはあまり考えられません。だからこそ、今回の事例ではそこまでの話にはならなかったわけです。ただし、だからといってこれを軽い事態だと思ってはいけません。日本の場合だとこうした時に、移管法といって、とりあえず言葉だけでは何か言うんだけれども、行動には特に何もしないといったことがいつものこととなっています。しかしそれでは中国側にしてみたら、何をやっても大丈夫だというふうに思いがちになるものです。こういった際には、もっと日本は賢い行動を取るべきです。例えば中国側の行動に対して抗議の声を上げるとともに、それとは別に中国にとって損失の出るような政策をさらっと打ち出すのです。例えばの例で言えば、中国から日本に入ってくる電気自動車や電気自動車系のバスについては関税を 100% かけますよといったことです。他にも中国から日本へとやってくる訪日観光客が多いので、これらの人たちに対しては入国するとき、出国するときに高い税金をかけますよといったことなども良いでしょう。例えば現在であれば出国税といったものが一律1000円かかっています。中国に対してはこの出国税、もしくは入国税といったものをそれぞれ1万円ずつ合わせて2万円ぐらい取るぐらいなことをして、日本のオーバーツーリズム問題の抑制に一役買ってもらうのも良いかもしれません。ただし、そのような政策を行う際に中国軍機が領空侵犯したんだからといったような話を持ち出すのはやめておきましょう。例えば中国製の EV や EV バスの輸入に関して関税を 100% にするというのは、口実としては日本の産業界を守るためといったものを普通に持ち出せば良いのです。現在 EV バスについては中国のメーカーが非常に安売り攻勢をかけており、日本のバス会社においても採用が始まりつつあります。しかし日本のメーカーもEV バスは作っていますから、自国産業の保護を名目にするのは決して悪いことではありません。しかもすでに前例があります。アメリカのバイデン政権は中国製の電気自動車に関しては関税 100% をすでに発表しており、お隣の国カナダのトルドー政権もこれに倣って中国製の EV に関しては 100% 関税をかけようとしています。このような流れはヨーロッパにおいてもそうで、中国製の EV が
ヨーロッパ市場を席巻するかもしれないという危険性があることから、関税をもっと高くしようといった議論は盛んになっています。すでに一番乗りといったわけでもないのですから、アメリカやカナダと同様にして日本も中国製の EV に関しては関税 100% をかけるといったことを行うのも良いでしょう。そのような中国にとってマイナスとなるような行動を中国が何かやったらすかさず出すといったことを行えば、これを習慣化させることによって中国もまた抑止力によって抑えられるといったことがあるわけです。中国の軍拡が続いている以上、彼らは日本に対して自分たちの方こそ優位に立っていると思いがちです。しかし、そのような思いを打ち砕くためにも、日本は明確にノーを突きつけるといったことを行動で示すべきです。ちなみに、ここ最近の話で言えば、日本は NATO 加盟国それぞれとの共同訓練を日本で実際に行い続けています。それは空、海、それぞれヨーロッパから来た戦闘機や軍艦との共同訓練などです。このような行動によって中国が刺激されたというようなことを言う人もいるのですが、そもそもこれらの共同訓練などはあくまでも国を守るためであって、決して他の国を侵略するためのものではありません。しかし、防衛力を高めることによってそれが不愉快だと思うような国というのは、日本にとっては適正国家であることは間違いないわけで、防衛力を高めるために他の国と連携を取ることは何ら恥じることではありません。何にしても、中国が日本に対して舐めた行為をするのは基本的に日本の抑止力が足りないからといったことを、ぜひとも今の政治家たちはしっかりと胸に刻みつけて政策実行に当たってほしいものです。あなたは今回の件についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。普段は国際情勢の話が多めになっていますが、国際情勢のことを知るのは結局のところ日本の安全保障、日本の安心安全、そして日本の未来を守るために必要な知識を得るための活動の部分があります。日本の安全保障問題はどうしても日本政府の動きにあれやこれやと注文をつけるしかないような状態ですから、はっきりするような話ではありません。しかし、だからこそ関心を持って自分だったらどう考えるかという思いを整理していってください。というわけで動画を見終わったら評価ボタンのクリックをぜひともよろしくお願いします。また、考えの整理に役立ったなと思われる方は、他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットで応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。